にちは。ゴンナやおむすびゴンのゆいでございます。いつも動画をご覧くださいましてありがとうございます。この前から始まりましたこの本を紹介するコーナー、いにしえ日記。今日で2回目となりました。今日は坂東光五郎さんの本をご紹介したいと思います。どうぞご覧ください。はい、それでは今日は坂東光五郎さんの本をご紹介するということで、ざっと本棚を見てみたんですけども、これだけの本が坂東光五郎さんの名前で書かれていました。と言いましても、歌舞伎役者さんは名前を襲名されていきますので、この中には、7代目と8代目、そして10代目の坂東光五郎城の本があるわけですね。今日は一番世代が近い坂東光五郎城10代目の本をご紹介したいと思います。坂東光五郎踊りの楽しみ。今日はね、こちらの本から数箇所ご紹介していきたいと思いますので、どうぞご覧ください。坂東光五郎城、もう10代目もお亡くなりになったんですが、前回ご紹介しました坂東玉三郎城と同世代の役者さんですね。踊りがとってもお上手で、私に師匠なども大好きで、よく一緒に歌舞伎を見学に連れて行ってもらった思い出があります。はい。このコーナー、踊りは心っていうことで始めているんですけども、この10代目がおっしゃるに、当然のことといったら当然のことなんですけども、踊りは心っていうのは、それは上等なことであって、作品の解釈であったり情感について言うのは、肉体的にある程度のものが身についてからですということにね、おっしゃっていましてね、まずは心を育てるよりも肉体的に踊りを身につけていくことが大切だということをおっしゃっています。技術的にある程度のことができるようになると、あとは内面を身につけることになっていきますよっておっしゃっていますね。ということで、心を育む前にどういったことをしていけば技術が身についていくかということがこの本には中心に書かれています。で、一番初めにですね、これはよく踊りの時によく言われることですけども、冒頭に日本舞踊は体を使った表現ですので、地面をしっかり捕まえて腰を安定させ、上半身を楽にする、これが基本ですっていうふうに書かれていますね。踊りされている方ならきっとお師匠さんなどによくこういうことは言われてお稽古をされているのかなと思いますけども、この腰を安定させて上半身を楽にするっていうのが基本でありながらとっても難しいことなんですね。でこれはスポーツをする方にはよく分かりやすいんではないかということで、ゴルフなどもゴルフのスイングのレッスンととても踊りの基本というのは似ていると思いますというふうに書かれています。例えばゴルフはドライバーに限らずフルショットするときにはよく雑巾を絞るようにクラブを振れと言いますよね。体の中心を軸にして上半身をひねり戻すのがスイングの基本にあるのだと思います。気をつけなければならないのは、下半身まで一緒に動いてしまうとひねったことにはなりません。ひねるという動きは腰を中心に上半身が打ちたい方向とは反対の方に行くわけです。でも下半身が安定していなければひねることはできません。そういう意味では踊りの基本とゴルフのスイングはとてもよく似ていると思います。ということで、そうですね、アマチュアのゴルファーとプロのゴルファーが何が違うかというと、スイングを100回振って100回同じように振れるか振れないかだっておっしゃっているんですけども、舞踊も全く同じことだっていうふうにおっしゃっていますね。踊りも100回踊ったら100回同じ形にならなければいけません。難しいですけどね。はい。一回一回ばらつきのある人はまだ下手だということです。そうですね、ちょっと胸が痛くなる言葉ですね。
お父様9代目の坂東光五郎さんが教えてくれたのは足の痛さです。足を割って決まってそのままの状態をキープすると筋肉がブルブルと震えてくる。当然痛いのですが、足がそうなる状態をまず覚えろというのが最初でした。これならいい形というのは絶対比率があるわけです。ピタッとその形にならなければいけない。まず痛いところを覚えれば、次に自分一人で踊った時にそこに行かないと気持ちが悪くなってくる。だからまず体にそれを覚えさせろと教えられました。単純なんですけれど、いい形に行くように体を作るということがある意味ではすごく難しいかもしれません。そうですね、難しいことですそれには自分の体が指令した通りに動かなければいけないわけです。自分の体ではありますが、これがなかなかできません。そのために何が大事かといったら、まずこれがいい形だという自分の理想形がちゃんと頭にないといけません。どれがいい形かわからないのではダメなんです。これがいい形なんだ、ああならなければいけないんだという目標をまず作る。あとはその理想に近づくように努力をしなければいけないのです。そうです。努力しましょう。そしてですね、よくね、私もお稽古で聞かれるんですけども、鏡を見てお稽古したらダメなんですかって聞かれるんですね。そのことも書かれていました。クラシックバレエの場合は、稽古場の鏡で自分の体を点検するのが基本を身につける上で大事なことになっていると思います。逆に日本舞踊は鏡稽古はいけないとされています。僕も鏡を見てはいけないと言われて育ちました。なぜいけないと言われたのか正直言って分かりません。その理由を考えてみると、先ほど申し上げた理想の形に近づくという話と矛盾するようですが、常に形ばかり気にして内容がおろそかになることを恐れているのだと思います。あえて言えば、こういう指令をしたらこういう形になると体に覚え込ませるために稽古はあるのですが、鏡という要素が入ると頭で考えてしまって体そのものが覚えなくなってしまうのだと思います。そうですね、鏡を見ずとも形がしっかりと収まるようにお稽古励みましょうということですね。そして繰り返しになりますが、まず自分の命令通りに動く体を作ること、その命令がちゃんと出せるように基本的ないい形を覚えること、この2つが大事になってきます。あとは、野球でもテニスでももちろん踊りでも目線がぶれるともう絶対にダメなわけです。結局車と一緒でサスペンションが大事です。下半身が揺れても上半身が揺れないように、傾かないように心がけないといけません。踊りを見ているうちにお客様がどこを見ているかというと 70% は絶対に顔を見ている。だから顔が正確に動く人が上手な人なんだ。顔が上下にぶれているような踊りはまずはやはり上手に見えない。だけど顔がぶれずに動くためにはかなり下半身がしっかりしなければ動けないんですよね。どんな苦しい動きをしても顔がぶれないでピタッと決まっている人が上手なんだよ。そのために下が苦労しなきゃダメだよと息子さんとかには言っているっていうふうにおっしゃっています。それとですね、よくこれは私もすごく気になるところなんですけども、迫力ある舞踊っていうと歌舞伎役者さんのようなすごく力強く大きく大胆な動きなどすごく憧れるんですけども、男性と女性の舞踊はもう根本的に違うものがありますね。でそのことを書かれていますが、
男性と女性では骨格がまず違います。襟足とか肩のラインとか腰のムチっとした感じとかは男性が肉を入れたのでは出すことができません。歌舞伎のお山などは歌舞伎の衣装が男性の骨格がわからないように厚手に作ってあります。大劇場は男が女に分けているのがバレないように距離を設定していると思います。ですからかつらにしても衣装にしても男が踊る前提で組み立てられていますから、歌舞伎舞踊をそのまま女性がやっても弱々しく頼りなく見えてしまうこともあります。むしろ衣装も工夫してもう少し女性の体のラインが直に感じられるようにする方向がいいのかなと思います。衣装をつけずに黒の紋付きに袴、もしくは着流しで踊る素踊りも良いものです。そうですね、ああいった歌舞伎役者さんのような素晴らしい衣装をつけて着ることも憧れはありますが、女性らしさを追求した衣装を身につけて踊る、案外シンプルな着物の方が女性がもともと持っている肉体の美しさというものを表現した舞踊っていうものが向いているのかもしれませんし、そういったちょっと今文章を読みませんでしたけども、座敷舞など距離の近いところで踊りはとても女性には向いていると思うっていうこともおっしゃっていましたね。そしてね、なんかこの辺りは前回ご紹介した玉三郎さんも同じようなことをおっしゃっていたと思うんですけども、指令が体に行き届かなければいけないのですが、踊っている時にいちいち指令を出しているのではダメなんです。踊っている時は何も考えていないというのが本当です。考えるという意味では考えていない、うまくやろうとかしくじっちゃいけないとかそういうことではなく、ここはもっとこう動けよと体の中で会話しているのでしょうかということですね。玉三郎さんは確か稽古は無心になる練習だみたいなことをおっしゃってましたね。そう言って繰り返しすることで、繰り返し稽古を行うことで自然と体がそのように動くっていうことが大事なんでしょうか。あと踊り手に大切なことということで、イメージを大切に持つということを書かれていますね。例えば富士山が出てきた時に、もちろん踊り手には富士山が見えていなければいけないわけです。演者が見ていないとお客様には絶対に見ているようには伝わりません。踊り手の方にイメージがはっきりないと、それはお客様には伝わらない。何もないところからは生まれない。ないと相手には伝わらないんですが、難しいのは自分にあっても相手には伝わらない。そのケースが大半なんですよ。同じ富士山といっても、それには大きさがあるわけですよね。例えば新幹線の新富士駅あたりの窓からドーンと目の前に見える富士山の大きさなのか、芦ノ湖から見る大きさなのか、東京からたまに夕方晴れた日に見える富士山なのか、富士山にもいくつもあるわけでしょう。どの富士山を思い浮かべるのか厳密でありたいものです。振りをつけた人はどの富士山を見ていたんだろうと考える想像力が必要です。日々の生活の中で、例えば花といったってアジサイなのか梅なのかボタンなのか、それによって目線や顔の表情まで微妙に違うはずなんです。風にしても同じことです。そよ風なのか向かい風なのか、春の風なのか秋の風なのか、そういうファイルをなるべくいっぱい作っておきなさいよとお弟子さんにお話しされたそうです。花を見ているのか、人を見ているのか、山を見ているのか、月を見ているのか、まずその段階があります。さらに踊りが進んでくると、その花は何の花だ、その山はどのぐらいの高さの山でどのぐらい自分と離れているんだ、月は三日月なのか満月なのかおぼろなのか、
それもさらに何パターンあるわけですよね。そこまでちゃんとやらなきゃダメだよと今盛んに伝えているところです。役者袋じゃないけれど、舞踊家にも自分の中にファイルが必要です。この踊りだからこれだよと書き残されているものでもないし、試験をして正解があるわけではありません。そこにどの富士山が見えましたなんて当てっこするわけでもありません。ですが、踊りに携わる人間として、それはあった方がいいよということです。これも玉三郎さんもおっしゃってましたね。日々の生活の中で四季を感じながら、いろんなものを自分の体に落としていくことが大切ですよってお話しされていましたけども、たくさん経験、本を読むこととかも大切と思いますけども、本を読んだり季節を感じたりいろいろ生活をしていく中で、その変化を敏感に感じ取って想像力を豊かにすることっていうことが舞踊にはとっても大切なんだと思います。鐘の音を聞くときに、ただ首を傾けて手を耳に当てるだけでは見ているんだか聞いているんだかわからないわけです。表現が曖昧になっているんです。だから耳に集中するときは目を殺すんだよと教えます。稽古というと振りをなぞるということばかり考えてしまいます。だから立体感がないんですね。20分の曲の中にまず出てきて、でというのはつかみですから、パツッとはっきり印象づける。それから口説きになってそこは気持ちを見せるところ。次の踊り地のところは今度は気持ちとは関係なく体を使って変化をつける。さらに今言った振りの中にもいろいろなパターンがありますから、世話なところを変化なしに踊ってしまったらスパイスにならないわけです。そこだけはちょっと砕けてやるとか、表現の細かいところを教えます。それは技術よりも内面で、内面の充実も大切なんだよと僕は言っています。これはかなり上等な類ですね。作品の解釈であったり情感について言うのは、肉体的にある程度のものが身についてからです。ある程度から上へ行くともう技術ではないんです。技術的には全く問題ないんだけれど、何を見てる？自分の中の何でもいいよ、それをきちんと決めてみて踊りなさいと言うと、急にできるようになることがあります。技術はもういい。中身の問題です。自分にはイメージがあるんだけれど、別のものがお客様に伝わっていることもあるでしょう。自分がイメージしたものと明確に同じものがお客様に見えたらもう最高ですね。それはやはり名人の仕事です。でも絶対目指すべきです。とのことでした。そうですね。舞踊は心っていうのが何なのかっていうことを問うこのコーナーなんですけども、まずその心を育む前に、その基礎としてまずは技術をしっかり身につけるっていうことが大切なんだということが分かりましたね。はい。この十代目の三五郎さんのこの本を書かれる時に、あまりにもこれまでに先代たちが書かれたこちらの時代と今の時代は全く変わってきて、舞踊を取り巻く環境も変わったということから、こういった本を書かなければいけないな、書こうかなって思ったっていうふうにおっしゃった中で前書きに書かれていました。なので心を育むために、心を豊かにするために、まずは稽古に励んで心がしっかり表現できる体づくりを皆さんしていきましょう。今日はこんな本のお話でした。